逃げて。架空領収書という名の次元爆弾。B 勘定ビジネスの全貌。導入。インスタグラムのフォロワー47万人。エルメスのバーキンがずらりと並ぶクローゼット。フェラーリ、ロールスロイス、ベンツ、複数台所有していることを本人が SNS で公開していました。夫は元EXILEのメンバー。子供たちと海外旅行。絵に描いたようなセレブ生活です。2025年12月25日、東京地検特捜部はこの女性を在宅起訴しました。広告代理業ソラリエの社長、黒木玲香被告。インフルエンサーとしての活動名は宮崎玲香。起訴内容は、所得隠し約4億9600万円。法人税と消費税を合わせた脱税額は約1億5700万円。検察側の求刑は懲役2年6月です。2026年3月18日の初公判で、黒木被告は起訴内容を認めました。そして、こう述べました。売上が想定以上で、税金を払えず、知人に相談しました。節税と脱税の違いが、当時は分からなかった。本当に、分からなかったのでしょうか。今日はこの事件を入り口に、B 勘定と呼ばれる裏帳簿の世界、そして架空領収書という手口が、なぜ必ず崩れるのかをお話しします。経費売買。まず、インフルエンサーのビジネス構造を整理しておきます。企業からの PR 案件報酬、プラットフォームからの広告収入、アフィリエイト、物販、複数の収入源が重なり合うこのビジネスは、うまくいくと驚くほど急激に売り上げが伸びます。伸びるのはいいことです。ただ、問題があります。税金も急激に増えるのです。法人税、消費税、地方税、利益の3割から4割が税金として出ていくケースもあります。こんなに払うのかという感覚は、経営者なら誰でも経験することです。ここで、真面目にやる人は節税の方法を税理士に相談します。しかし、目立ちすぎて有名になりすぎると、別の選択肢が向こうからやってきます。いい方法がありますよという声です。今回の事件で使われた手口は、架空の経費計上です。具体的には、架空の業務委託費を作り出すというものでした。SNS の運用業務を依頼したという体裁の領収書を用意してもらい、それを経費として計上する。経費が増えれば利益が減る。利益が減れば税金が減る。一見、形は整っているように思えます。しかし、ここで決定的に重要なことをお伝えします。お金は動いていません。仕事も発生していません。領収書だけが動いたのです。実際の仕事は何もない。実際の支払いも何もない。あるのは紙切れ1枚だけです。その紙切れを手に入れるために手数料を払った。それが実態です。黒木被告の場合、知人の北島被告を経由して相葉被告に架空の領収書を作成させていたことが明らかになっています。3人で脱税を共謀した形です。領収書があれば証拠になるんじゃないか、そう思った方もいるかもしれません。では次に、国税局がどう見ているかをお話しします。完全の件、架空領収書を使った脱税には致命的な弱点があります。この急所ゆえに綿密な調査すら必要ないのです。通常の脱税調査では反面調査と呼ばれる手法が使われます。本人だけでなく取引相手にも調査が入る。双方の帳簿を照合することでズレを見つけるという方法です。しかし架空領収書の場合、この反面調査なんていらないんです。なぜなら領収書はあっても仕事と支払いの実態がないからです。実際仕事をしていないし、支払いもしていないのだから証明のしようがありません。業務をしたか、いつ、何時間かけたか、成果物は何か、何一つ残っていない。支払ったはずの通帳記録もカード明細もない。調査官が質問すれば、それだけで終わりです。答えられません。実態がないという最大の弱点が丸出しなのです。調査する前に、調査が終わっている。これが架空領収書の真実です。加えて、今回の事件には別の要因もありました。黒木被告は SNS で高級外車の所有を公開していました。エルメスのバーキンが並ぶクローゼットも公開していました。家族でのハワイ旅行もたびたび投稿していました。一方で申告している法人の所得はそうした生活水準と到底釣り合わない数字でした。国税局はこの矛盾に目をつけます。個人の銀行口座の動き、不動産や動産の購入履歴、これらは国税局の権限で全て紹介できます。 SNS のキラキラ投稿が皮肉にも調査のきっかけになったわけです。目立つことと隠すことは根本的に相性が悪いのです。構造崩壊。では改めて、なぜ架空領収書は必ず崩れるのかを整理します。まず、領収書とは何かを考えてください。領収書はお金が動いた証明書です。それ以上でもそれ以下でもありません。どんな仕事をしたか、何時間かかったか、何を納品したか、そういった実態を証明するものではありません。税務調査では経費として認められるためには事業に関連する支出であることとその実態であることが求められます。領収書は必要条件ではありますが、十分条件ではないのです。実態のない取引は調査官が少し質問するだけで崩れます。とぼけても相手方に確認する、業務の記録を求める、それだけで終わりです。さらに今回のように3人が関与している場合はどうなるか。1人が調査を受けた瞬間、芋づる式に全員が引っ張られます。3人の口裏を完全に合わせ続けることは現実にはほぼ不可能です。関与する人数が増えるほど隠蔽の強度は下がります。そして最後にデジタルの問題があります。
共謀して仮想隠蔽しようとしたメールのやり取り、銀行の振込履歴、プラットフォームの支払い記録、これらはサーバーに残り続けます。消したと思っても、どこかに残っています。デジタルの世界に完全な証拠はないのです。結果として、架空領収書は経費の証拠ではなく、脱税の証拠として機能してしまいます。隠すために作ったものが有罪を立証するための資料になる。これが架空領収書の末路です。断罪では実際にどれだけの代償を払うことになるのかをお話しします。まず脱税額そのものが約1億5700万円です。これは当然全額納付しなければなりません。そこに重加算税が加わります。隠蔽や仮装が認められた場合、重加算税の税率は 40% です。1億5700万円の 40% ですから、6000万円を超える金額がさらに上乗せされます。延滞税もあります。申告期限からの日数に応じて加算される利息のようなものです。これも加わると、最終的な支払い総額は脱税額の 1.5 倍から2倍規模になります。法人であるソラリエには、罰金5000万円が求刑されています。黒木被告本人には、懲役2年6月が求刑されました。判決は2026年7月15日の予定です。お金の話だけではありません。インスタグラムの投稿は大量に削除されました。スポンサー契約は消滅しました。インフルエンサーとしてのビジネスは事実上崩壊しました。しかし、ここで一つ考えてみてください。投稿を削除すればなかったことになるでしょうか。なりません。報道は残っています。検索すれば今日も出てきます。記事は消えません。在宅起訴懲役2年6月求刑という言葉はインターネットの海に永遠に浮かんでいます。デジタルタトゥーとはそういうものです。用語 B 感情というのは正規の A 感情に対する偽の感情という意味です。集計すると裏帳簿になります。したがって今回 B 感情で裏帳簿を作っていたのは相葉被告側ということになります。黒木被告はそれを利用して架空経費を計上した構図です。相葉被告が B 感情やと言われるゆえんです。逆に黒木被告側で B 感情の裏帳簿を作るパターンもあります。売上を過少に記載した場合はこちらに該当します。どちらも利益が減るように見えるので税金を安く計算できます。繰り返しますけど完全に違法ですからね。しかもやる気満々なので悪質と判断され罰則が重くなります。結論いかがでしたか。細かいことは忘れて構いません。ただ B 感情という単語が出てきたら全力で逃げることをお勧めします。さてここまで聞いているとこんな疑問が出てくると思います。じゃあどうすればいいの？当然の疑問です。知りたいですよね。でもそんなことここで言えるわけないじゃないですか。一つ言えるのは今日お話しした内容に全部含まれています。架空領収書がなぜ崩れるかといえば実態がないからです。お金が動いていないからです。取引相手との間に何の整合性もないからです。これをひっくり返すと何が見えますか？うっすらと何かが見えてきませんか？合法的な節税とはそういう構造の上に成り立っています。皆さんが実践されている節税はどんなものがありますか？